オンライン採用面接での留意点ということで、今回は情報提供させていただければと思います。昨今ですね、こういったテレワークの環境でございますので、採用面接も普段と違ってですね、オンラインでやるということも多いかと思いますけれども、オンラインでやる時と直接面談でやる時とですね、やっぱり見えてるものっていうのが違いますのでね、今回はそういったところの留意点ということで情報提供させていただければというふうに思います。まずオンラインコミュニケーションの特徴ということで、リアルのコミュニケーションとの違いという意味合いでですね、ご紹介をしていければと思うんですけれども、よくあるメラビアンの法則っていうのを例にとってですね、ご案内できればと思うんですが、メラビアンの法則によるとですね、ビジュアル、ボーカル、バーバルですね、視覚情報、聴覚情報、言語情報というのがそれぞれ55%、38%、7% ということで、リアルな面接ですとね、視覚情報、聴覚情報がほとんど、情報の中でですね、大きな印象を占めるというふうに言われているわけなんですね。なんですけども、なかなかオンラインですと視覚情報っていうのも案外リアルに比べると伝わってきにくいですよね。例えば表情ですとか仕草ですとかね、身だしなみですとかね、大体上半身ぐらいしか見えてませんしね。ですからこういったビジュアルの情報というのがリアルに比べると実は限られますよということなんですね。合わせてボーカルに関してもですね、例えばオンラインのツールを使っていると自動で音声も変わってたりとかね、大きさも調整されてたりとかってしますので、本来の応募者の方が持つ声の大小ですとか声のトーンですとか、なかなかそういったものも実はオンラインでは伝わりにくくなっていますということなんですね。一方でバーバル、言語情報なんですけれども、この話す言葉の意味ですとか内容ですとか、こういったところはですね、実はオンラインの方が意識をして、聞けるような、相対的に重要度が増している情報というふうになってきていますということなんですね。ですので、そういう意味ではですね、私たちもそういったところに意識をして、相手を理解をしていかなければいけないですし、逆にこちら側の話というのもやっぱりそういったバーバルのところを意識をして伝えていかないと、きちんと思った通りに伝わっていかないということなんですね。ですので、ちょっとそういったところを踏まえてですね、ハード面とソフト面ということで留意点をご紹介をしていきたいなと思いますね。ハード面についてはざっとでよろしいかなと思いますね。まず機材ですとかツールの使い方に慣れていきましょうよということですね。それからあと通信環境ですね。途中で途切れないようにブロードバンド環境を持って、整えておきましょうということですね。それからカメラですとかマイク、スピーカー、こういったものはできれば外付けで、いいものを使いましょうということですね。それから背景に配慮をしていきましょうということですね。応募者の意識が背景に行き過ぎないように、例えばオフィスのバーチャル背景ですとかね、カーテンと特にご自宅から面接をされる場合は意識をしておきましょうということです。そしてカメラに関してなんですけども、高さですね、これをぜひ意識をしておきましょうということですね。パソコンのカメラを使う場合はですね、ついついこちらは意識はしてないんですけども、上から目線になりがちですので、目線と同じぐらいになるようにですね、カメラを置いて、おきましょうということです。それからハード面最後なんですけども、ライティングにぜひ気を配りましょうということですね。顔が暗くならないように、ついつい顔が暗くなるとね、印象も暗くなってしまいますので、場合によってはですね、専用のライティング機材と活用をしてくださいと。以上がハード面ですね。大きく6点ご紹介を差し上げました。そして今度ソフト面なんですけれども、4点ご紹介をしていきたいなと思いますね。まず1つ目、質問に関してですけれども、面接官の質問はですね、一度に1つ投げかけるようにしていきましょうと。でこの質問もですね、ぜひシンプルで分かりやすいものを準備をしておきましょうよというのがまず1つ目ですね。2つも3つも質問されても応募者の方はやっぱり戸惑ってしまいますのでね、1つずつということにしていきましょうということが1つ目です。
それから2つ目、面接官の反応リアクションについてはですね、リアルなコミュニケーションよりも普段よりもですね、ぜひ大きくということを心がけていきましょうということですね。例えば笑顔ですとかうなずきですとかジェスチャーですとか、多分いろんなリアクションはあるとは思うんですけれども、普段より大きくしないとですね、なかなか画面の中では伝わりにくいので、そんなところもぜひ意識をしてくださいということですね。それから3つ目、こちら側が伝える場面では論理と構成を普段以上にぜひ意識をしてくださいということです。論理というのは話の筋道、構成というのは組み立てですけれどもね。ですからやっぱり面談のシナリオを作っておくというのがおすすめかと思いますね。はい。それから4つ目、意識をしてゆっくり話しましょうということですね。通信環境によってはですね、早口だと聞き取れないようなこともありますのでね、ぜひオンラインでは意識をしてゆっくり話すということを心がけていただければというふうに思います。以上、オンライン採用面接での留意点ということで情報提供させていただきました。